右も左もぐちゃぐちゃに荒れた海のような時代、築き上げた価値観さえも崩れ去ろうとした。確かにこっちもいいです。全然はい。改めて「I Don't Like Monday」じゃあワンピースの主題歌を務めさせていただくというのは、ここからしたら本当にちょっと信じられないぐらいなことなんですけれども、無事放送されたということで、もうわからないですね。感動的でございます。はい。ただいろんなここまで来るのにも試行錯誤があって、初め振り返ってみると、一番初めにこのワンピースの主題歌作れるチャンスがあるかもしれないっていうバンドにもらった時は、僕はすごい大きなチャンスが来た、やったっていう気持ちよりも不安の方が大きかったですね。僕らで決定するかは全然分かんなかったんですけど、挑戦してみるかっていうのがいうお話をいただいて、いやこんなにね、世界的に有名な漫画の主題歌を自分たちが曲を作れるのか、それに見合う曲が作れるのかみたいなところですごい不安がありました。もちろん怖さもあったんですけど、で来年結成10年になるし、これもね、突然舞い込んだ大きなチャンスだなと思って、絶対に掴みたかったっていうのもあるし、やる気半分怖さ半分でしたけど、そこでやっぱ気をつけたのは、もうとにかく僕自身ワンピースファンのただの一人なので、本当にその世界観をなるべくサポートできるっていう、本当その意に尽きて、本当ワンピースの絵がどれだけ映えるか、そのワンピースの世界観を音楽でどんだけ力強くまたメッセージを伝えられるかっていうことを一番に気をつけました。やばい、やばい。ちょっとエモくてオープニングだからもう絶対ストレート直球な音楽を作ろうのがもう満場一致であったんで、変にそこで変化球的なね曲を作ろうとは全く思わず、やっぱテレビでワンピースのタイトルがバーン出てきた時にバーンっていうような曲、ワクワクしてこれから冒険が始まるぞみたいないうものを、やっぱり一ファンとしてもね、ワンピースファンとしてもそういうのを見たいし、僕クリエイターとしてもやっぱりワンピースがさらによく見えないと、僕らが音楽をそこに添える意味がないなってありましたんで、もうとりあえず直球なもの、王道なものを作ろうって言って取り掛かりました。結構どのくらいかな、2週間ぐらいでもう形仕上げてくださいみたいな感じだったんで、もう結構みんな一生懸命作って、各々がアレンジだったり空いてる時間にこうやったりとかして、方向性がはっきりしてたんで、かなりはっきりしてたんで、あんまりみんなの中でも全然違うじゃんっていうのはなかったです。みんなでももっとこうした方が壮大になったり、もっとこうした方が場面が切り替わるとか、もっと、キラキラさせた方がいいとか、スピード感があるとか、そういう話し合いは結構最後の最後の最後まで本当にみんなで詰めてやりました。僕らはどこまでも行ける、涙も迷いもいっそ引き連れて、己の色で描いてゆけ。ああ激しい曲です。何からやろうって思って、僕は
まずワンピースを読み直すというか、今まではこう一読者とか一ファンとしてしかワンピース読んだことなかったんですけど、当たり前ですね。なんですけど、そのクリエイターというか自分たちがこう作品を生み出すために何かヒントはないかなということでもう一回読み始めて、そしたら、やっぱワンピースっていうのは、ルフィはじめとする麦わら一味がこう突き進んでいくとね、いろんな強敵とかいろんな壁がある中を突き進んでいく物語なんで、それにすごい勇気をもらったというか、僕もこんな及び腰になっちゃいけないなみたいな気持ちにすごいさせられました。素直に勇気をもらいましたね。背中を押してもらったっていうのが。それで、気づいたらもう絶対、こうなったら絶対いいの作りたいなっていう気持ちになって、メンバーともその楽曲の方向性だったり、僕はそれで、歌詞をどういう風にしようかっていうのを結構長らく、書き始める前が長かったですね、僕は歌詞を。いやほんでもね、本当にユウの歌詞が上がってきて、僕最初にいざっていう、いざ手を伸ばしてっていう、そのスタートからいざっていう言葉をチョイスしてきたのはまずすごいなと思って、でなんか A メロも本当にこのやっぱりこの中のこうみんながこう迷う、音楽業界の人たちが迷う、そのなんか情勢も含んだような、でワンピースの世界でもなんかリンクしているような歌詞で、いやこれ決まらんっていうことはどういうもうないんじゃんみたいな、結構だから歌詞も曲もそのアレンジとかも、これ以上あるかなっていうところまで根詰めてやれたなっていう印象なんで、ただすぐにこう連絡が来るかと思ったら意外と2ヶ月ぐらい待ったんで、ああダメだったのかっていうのは正直ありましたけど、2ヶ月間でも本当に決まったって言われた時はやっぱすごい嬉しかったですね。やっててよかったな感じ。共有事項が何個かありまして、ワンピース。はい。残念。決まりました。決まりました。マジで？やば。違う撮影のスケジュールで予定言われてて、で行ったら決まりましたっていきなり言われて、あの時もう全員座ってたんですけど、こうっていうのはもう記憶にはあるんですけど、無意識にハイタッチしてこうなんかバンドとしてのこうチーム感みたいなのをすごい感じた瞬間でしたね、あの時は。シンバル打っちゃいそうだから外しとこうかな。外す？いや大丈夫です。もう実は曲作る時にやっぱ僕らもクリエイターとして自分が好きな作品にハマる、アニメだったら音楽っていうものがやっぱないと、どんだけその音楽が単体で素晴らしくても意味がないなと思っていて、でやっぱクリエイターとしては僕自身もそういう作品を作りたいなという思いがあったので、まず僕ららしさよりもワンピースとしての、世界観を支える曲は何がいいのかっていうのを一番に考えて、でそれがもうある程度形作られた時に初めて僕ららしさをどうやって出していくかっていうのを結構考えましたね。なので逆に僕ららしさをどこまで出せるかは最終まで悩んで、本当に最後の最後曲が完成する瞬間までは分からないぐらいでしたね。最後その僕ららしさを出すために追求した点はやっぱり僕らもすごい20代の出たてのバンドでもないし、ある程度いろいろ人生経験してきた中で、やっぱワンピースも少年誌から始まったっていう経緯はありますけど、もう子供向けだけではないって絶対言い切れるような、もう大人が見ても感動できる、共感できるような深い作品っていうところがあったので、やっぱそこの
なんていうんですかね、深さというか、ただ表面的だけじゃないっていう部分を出したくて、それこそ、情熱の中に隠された大人っぽさだったりとか、逆にこうちょっと引いたような瞬間でも隠された情熱があったりとか。なんとなく3つ目のコードかな。オープニングに使われるってことで、その今まで歴代のオープニングを見てきた時に、やっぱなんかどんどん絵が場面として展開してって、そのオープニングとして一つのストーリーがすごい完結してるようなやっぱイメージをすごい持ったんで、とにかく、曲自体もそういうセクションごとにいろいろ展開が早いものっていうものを心がけたし、その中で各 A メロ、B メロ、サビ、D メロみたいな中で、そのなんだろうな、いろんなアプローチをすることによってやっぱその展開していく様を表していきたかったんで、だからできるだけ自分の中の引き出しで、これはこのセクションでやったから次はこういうアプローチっていうのをできるだけ被らないようにというか、いろんな引き出しを自分の中から出せるように心がけてベースライン考えていったかなっていうのはありますね。B 比の31をちょっと聞いてみて、なんか濁っとるかな。いや、ベースが一瞬ブーってなってるのがかな。ギターはでもないんじゃない？音作りは本当にこだわりました。でも一番好きなのはサビの間に大振りがこう出てくるんですけど、みたいなのが出てくるんですけど、あれはなんか歌がセッション撮ってる時にその隙間ができてたんですよ。手飛ばしてオンみたいな。暗闇を蹴飛ばして僕らはどこまでも行ける。オーマンの間になんか俺の中でこう聞こえてきて、で撮りたいっつって、それを撮ったのはなんかすごい嬉しかった。歌とのそのセッションじゃないけど、なんか歌のその歌詞のイメージとかにこうなんかイメージを受けて、勝手に心から出てきたフレーズだったんですごい嬉しかった。で、あとはやっぱワンピースがもうすでにすごい25年以上続いてる作品っていう中で、僕らもまだまだバンドを続けていきたいなと思いもありますし、僕らが昔好きだった例えばアニメだったり映画だったりの作品に載ってる曲っていうのはやっぱその当時見てる僕らが子供の時に見てたものって今でもやっぱ鮮明に覚えてますし、やっぱ子供時代に受けたものってすごい強い思い出になるので、ワンピースのオープニングといえばまず We Are だし、そういう歴代でやられた方の曲とかももちろん参考にして聴いて、ワクワク感だったり冒険感だったり、そのオープニング始まった時の疾走感だったり、なんか僕らの中で言うと他のメンバーはどうかわかんないですけど、感覚的にはなんかオンマイウェイとかダイヤモンドとか、なんかそこら辺の僕らがやってきたそこら辺のエッセンスを入れつつ、なんかワンピースっていうか海賊の物語じゃないですか。その海賊感っていうか北欧感だったりとか、なんかそういうものもすごい大事にしながら音選びをしたりとかっていうのをしてきましたね。やっぱ長く聴かれる作品っていうのを一番に考えて、あえて時代に左右されにくいようなサウンドを心がけたりとか、それこそシンセサイザーって電子音も人間の声を加工したようなものを結構使って、なるべくこうオーガニックというか有機的というかあんまり人工的ないもので作り出すことによって、その熱い情熱だったり本当人間としての根底にある生命力みたいなものを表現したくて、そこはこだわりました。
まあ、改めてね、もう今は流れてるという、この動画撮ってる時は実はまだ流れていないんですけど、どうなっていくのかっていう、自分たちのこう未来がさらにワクワクするようになりました。